はい、今週もバンテックさんアストラーレシリーズの3台ご紹介いただきます。今週もこの方、バンテックの露木さんです。はい、露木です。バンテック露木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回こちら、バンタイプ。そう、珍しくバンコンもね、ちょっと用意してみましょうということで、なかなかそのバンテックのブランドだと、そのバンコンっていうのがなかなか難しいということがあって、アストラーレっていう2025年、まあね、前回トリアス480っていうのもアストラーレブランド、2025年アストラーレ元年としてですね、さまざまなちょっと変わったラインナップっていうのを用意している、そういった形の中の1台になります。で、こちら NS ビアードというバンコンタイプのキャンピングカーになります。はい。こちらの特徴としては、どうだろう、感覚としてはプレジャーボードみたいなのあるんじゃないですか、の車版だ、プレジャーカーみたいな、そんなイメージだから、趣味とプラスして趣味を楽しむのに車中泊をするための車みたいな感覚としてはそんな感じなので、すごく、使いやすいと言いますか、はい、ギミックもすごく簡単で、割とシンプルに作られているっていうのが特徴かなと思います。まあそれで、釣り竿も、そうなんです。釣り竿ね、はい、釣り竿ホルダーっていうのもオプションで装着できるようになっています。今回このシート、結構特徴的ですね。このシートがですね、一番の特徴になってますね。でこれがですね、今前向きシートになってるんですけど、まあ例えばアームレストがついてたりとかね、ついてたりとか、3点のシートベルトになったりとかしてます。でまあテーブルやって、前に椅子を倒すと対面のレイアウトと、いう形で使えるようになっています。でこちらがねフルフラットになるんですね。ちょっとやってみましょうか。大丈夫。天板を外して、スーツなので動きにくいね。やってテーブルを外してから座面を前にで、この座面をですね、はい、180度反転させて、この背もたれを前に倒します。前に倒す、これだけでもうフルフラットになっちゃうんで、こういう感じで、例えばなんですけど、これでちょっとね背もたれを逆に少しこっち、背もたれというか座面というかね、これをね少しこうやって起こしてあげると、カウチソファーみたいな形でタブレットスタンドもね、使えたりするので、こんな形でちょっとくつろぐスペースもできるようになっています。このスペースやったら大人2人でも結構いけます。ゆったりと、はい、そうですね。でサイズ自体は、いわゆるキャラバンの一番、スタンダードなサイズなので、取り回しも非常にいいし、買い物とかも使いやすい。2段ベッドの上は子供さんやったら寝れるんですか？そうですそうです、はい、一応ねこのベッド自体はオプションになっちゃうんですけども、そうですね、お子さんのベッドにしたりとか、ちょっと、どうでしょう、着替えとかねちょっと置いとくにもいいのかなという感じです。これは収納スペースとしては、収納スペースとしてはここ結構大きいでしょ。でさらにこっちのマットも上がりますので、なるほど、かなり収納スペースとしてあるかなと。結構大型のものでも乗る。そうですね。でそれはバンコン特有の後ろのハッチバックが広いから、そうですね、楽々と乗せる。はい、楽々乗せれます。なのでもう本当に趣味の一つとして、趣味の一つのツールとしてね、そのアイデアでいろいろ使い勝手も自由に使えるっていうのがこのアストラーレ NS ビアートっていう、車になります。次はですね、このアストラーレ CC1 ですね。これね、実は、マイナーチェンジっていう形になります。アストラーレ CC1、キャラバンをベースにした今度はキャブコンになりますね。で実際のデビューっていうのは何年か前になるんですけども、今回2025年のアストラーレ元年としてですね、まず名前がアストラーレ CC1 ビーナスっていう名前に変わっています。ビーナスというと、金星ですね。で、そうですね、サイズとしても、ちっちゃいんですけれども、装備としては非常に、パワフルな装備ついてます。標準装備がすごく充実しているっていうのが大きな特徴の一つで、
ソーラーパネル、リチウムバッテリー、走行クーラー、FF ヒーター、走行ヒーターもそうですね。あと、パーキングクーラーもついてます。電子レンジ、あと冷蔵庫、こういったものも全部最初からついて、あとプルダウンのテレビとかも全部最初からついてます。はい、でもほぼほぼ付け足すものっていうのはほぼないです。なのでちょっと見てもらったら分かるんですけど、この車ついてるナビゲーションシステムだけですね。はい。じゃあもうこの状態でもうお値段これでっていうことで、そうなんです。インバーターも2キロ出力できるインバーターついてますし、そうですね、給水タンクなんかのあえてちっちゃいやつつけてます。13リッターで、結局持ち運びするのはこんぐらいでいいよねって、20リッターとかもいいんですけれども、ちょっと重いよね、でじゃあ実際使ってこれぐらいの人数、2人旅をイメージしてるので、2人旅でじゃあ水使うかっていうと、もう手洗いとかなんとかって使おうとすると意外と23日2、3日以上するとちょっともう水としても使いにくいってなると、容量としてもこんぐらいでいいよねっていう、はい、割と割り切った形の車になっています。で今やっぱりねガソリンが高騰してる中、はい、でかいですね、そうでこのエンジンがめちゃくちゃいいんですよ。でキャラバンのオルタネーター150アンペアなので、走行充電がね体感で分かるぐらい速いんですよ。ちょっと容量が逆にちょっとこれ少ないんで、なおさらちょっと速く感じるところはあるんですが、走行充電がとにかく速いっていうのが印象あります。かなりガンガン入ってくるので、非常にね使いやすいのかなと思います。あとね、このスライドドア、これも前の CC1 から定番なんですけれども、このスライドドアもそのままガチャンとなるとこういう形でイージークロージャーもついています。やっぱりね、道の駅とかそういう隣に車がある場合とか、やっぱりこちらの方が乗り降りも楽っていう感じですね。そうですね、どうしてもね、2メーターぐらい幅広になってしまうので、そうするとね、やっぱ乗り降りちょっとこうね、少し、エントランスドアこうやって覗きながら行けるかどうかっていうのを確認してから本当は乗り降りするんですが、こういうのでそのままガボッと行けるので、はい、いいと思います。これ内装的には何か変わったんですか？内装的にはね、実は、家具の色がちょっと変わってます。で、これも変わってますね。これはねマイナーチェンジの一つなんですけども、で家具のね色を選択することができるようになりました。なるほど。ちょっとねこっちにサンプルがあります。これ次にご紹介する CH1 っていう車もそうなんですけれども、シート色が2種類、家具色3種類ということで、ちょっとね組み合わせでこんな感じで、ちょっと3つのね組み合わせ。濃いブラウン、ナチュラルブラウンとちょっと白っぽいブラウン。これね、僕いつもシートのことを、聞かれた時に言うんですけど、色で選ばない方がいいですよって僕言うんですよ。こういう生地って目付けによって手触りとか全然違うんで、色じゃなくて、自分の好きな手触りで選んだ方がいいですよって言うんですよ。やっぱり好き好きがあるので。結局こっちとこっちはちょっとつるっと、そうこれとこれは一緒なので、シート生地は2種類しか選べない。結局ね、車内なんで、やっぱ車内にいるのは自分なんで、自分が好きな手触りのやつを選んだ方がいいですよって言うんですよね。続いてはこのアストラーレ CH1 マーズ。マーズっていうと、木製ですね。アストラレっていうのが星の海の造語なので、ちょっとね星の名前つけたりしてますけど、でこちらが CH1 ということで、これはハイエースのワイドをベースにしたキャンピングカーになってます。これ正直パッと見てかなりお値段が頑張られてるなという。でもね、すごいですよ。中めちゃくちゃ広いんですよ。これ中が広いのがすごい特徴的で、やっぱりこのスペースフレーム、実は CC1 もそうなんですけども、スペースフレームっていう骨組みをこう入れているので、壁なしでも合成が取れるんですよ。なのでこの車なんか特にそうなんですけど、あんまりお部屋がなくても合成取れるので、あとやっぱりボディカットタイプ、モノコックをカットしているので、フロアも低いんですね。なので高さもね、前高が実は2810、実はジルとかよりも低いんですけれども、中に乗るとすごく高く感じ、もう入ると分かります。めちゃめちゃ広いです。ちょっといいですか？はい、どうぞ。
わかります。わかる？わかります。特にね、椅子自体もちょっと低く作ってですね。確かに。はい、で、この椅子の作り、形状、はい、これがお尻がこう下がる感じにしてるんで、はい、余計にこうぶわっと広がる感じ。これいいですね。そう、めちゃね、埋め込みのねテレビとかもついてる。ああ、ちょっとサイズも大きいでしょ。これ多分気になる人がいるので質問していいですか？はい。テレビ調子悪くなったらどうするんですかこれ？外しますね。外せれるんですか？外しますね。大丈夫。この縁が今あんまり種明かしするとあれなんですけど、あれ今ビスキャップがついてるんで、ビスキャップ外してビスを外して枠を外してっていう形で、ここだけで大丈夫だと思います。で電子レンジはねやっぱりね、そのちょっと高すぎるのもダメだし、低すぎるのもダメなんですよ。これ中からもアクセスねちょうど高いサイズですよ。でね結局ペット連れにはここがいいと思う。下やといたずらされても困るし、で上やと今度女性が取りにくい。そうなんですよね。でこの位置なんですが、実はねこれバンクベッドに登るためのステップになってですね、これ1通行登っても大丈夫な強度になってるんですよ。ちなみに1通行は100キロで計算してください。そう今ね、はい。なんでもそのままポンポンポンと乗っていけるので。なるほど。これはもう固定ですよね。はい、固定です。じゃあ大人1人ぐらいですね。はい。後ろを見てもらうと後ろも。今ねマットがついてるんです。マットなしだとめちゃくちゃ広いのでシンプルでできてる分めちゃくちゃこう自由度が高いと言いますか。そうですよね。はい。でさっきねNSB アートで紹介したシートがこのセカンドシートになっているので、なるほど。はい。同じパターンでこうパタパタとこうやっていくとこうフルフラットになりますよ。でフルフラットになっても通路がここありますので、かなり広いフルフラットを使っているんですが大丈夫ですよという。結局アームレストがああやって収納できるっていうのはすごくいいと思う。いいですね。ありがとうございます。使いたいけど邪魔になるっていうその両方があるので、これはいいですよね。ありがとうございます。ちょっとねバンティックとしては珍しい、ハイエースタイプのキャブコンになってますので、アストラレブランドなんですけどね、ハイエースのワイドミドルということになってます。ね、結構レンタカーとかね検討されてる方めちゃくちゃいいと思うんですよね。なるほど、それいいですよね。運転もやっぱりしやすいし、キャブコンとかそのキャンピングカーに慣れてない人でもこれやったらレンタカーで乗りやすいっていう。そうですね。で、この車もさっきの CC1 もそうなんですけども、専用のエアサスついてますので、乗り心地とかもいいですし、横風とかにもかなり対応しているような感じになってますね。なるほど。でこちらがもう利点としては後ろのこの荷室部分、こちらにもうウォークスルーで行けるっていう、この感じでねなってます。ここも結構広いですもんね。ここ広いです。で広くてここの間口もリアゲートも広いので、このマット外すと大きめの自転車とかも乗せやすいと、入りやすいと思います。なるほど。いいですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今後バンテックさんとしては。そうですね。まずバンテックの主軸であるね、ジルシリーズ、コルドシリーズ、こちらについてはどんどんブラッシュアップしていきますよということが一つ。で、もう一つちょっとね変わったキャンピングカー。ちょっと新コンセプトとしてチャレンジできるキャンピングカーっていうのをこのアストラレブランドで展開していきたいと思っています。はい。今後また期待しております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。